皆さんこんにちは。今日は前回お伝えした通り魚釣りをしてきたので、その様子をお届けします。結果を先に言いますと、小さいタイばかり釣れました。こんなサイズです。これはフォト AC さんからお借りしたものですが、ニュージーランドではこのお魚さんたち海に返してあげないといけないのです。でもですね、前にこのビーチでなんとヒラマサを釣ったことがあるので、その様子もお届けしますので最後まで見てくださいね。今日はニュージーランドの魚釣りに関する情報などもお届けしますね。チャンネル登録もよろしくお願いします。ニュージーランドでは法律で規定サイズ以下の魚は海に返すという決まりなんです。サイズだけではなく数にも制限があります。これはニュージーランド国内それぞれの場所でその基準も違っています。なので私たちはちゃんと海に返しましたよ。大きくなって戻っておいでってね。この日は曇り時々雨。天気予報では晴れ曇りだったのに、ニュージーあるあるの一つ、天気予報は当たらないことが多い。でもせっかく来たのだから、こうやってテントを張ってリラックスした気分で魚釣りをしました。釣りも旦那さんの趣味の一つで、最近はいろいろと忙しいのでなかなか釣りに行けてないのですが、最初に話していたヒラマサ、こんなのを釣ったことがあるんですよ。どうでしょう、この大きさ。もう4年前になるけど10キロ以上はあったそうです。その時の様子がこちらです。この時はたまたま2人で釣りに出かけて、なんとかかっちゃったんですよね。もう旦那さんは必死で無言で格闘していました。一応ヒラマサを狙ってはいたんですけど、まさか釣れるとは思ってなくて、旦那さんがギャフギャフって叫ぶんですよ。私はもう必死にそのギャフを持って訳も分からず引っ掛けました。釣った後にすぐ閉めて血をしっかり抜くので、こうやって海の中で洗っていました。この時の旦那さんの頭の中には、どうしよう、釣ってしまった、これから帰ってこのヒラマサをさばくのかって考えていたようです。釣るのもさばくのも旦那さんなのでね。魚のサイズの測り方も日本とは違って、ニュージーランドでは尻尾の付け根までの長さになります。ヒラマサ、キングフィッシュ、キンギーとも呼びます。75センチ以下のヒラマサは海に返すという決まりになっていて、そしてデイリーリミット、つまり1日あたりの制限数があって、ヒラマサは3匹となっています。船釣りだったら釣れる可能性もなきにしもあらずですが、岸から釣るのは1匹で十分ですね。体力も持たないと思います。このヒラマサはお刺身でまずいただいて、残りは冷凍して照り焼きだったりフライにしたり、お友達にもお裾分けしました。私はルアー釣りを楽しんでいます。と言ってもまだルアーで釣ったことはありませんけど、投げる練習を去年あたりからやっていて、結構まっすぐ飛ばせるようになってきたんですよ。まあたまに失敗もありますけどね。でもただ投げるだけでも楽しいです。時々こうやって休憩しながら、お家で入れてきたコーヒーを飲みながら海を眺める。そしてライスクラッカーを食べる。おにぎりじゃないんかいって突っ込まれそうですけど、この日は時間がなかったのでね。そうそう、釣りのルールですが、オークランドでもノースやウエスト、その場所でルールが違うので、もし釣りに行かれる方はチェックしておいた方がいいですよね。ちなみにタイの場合はこれです。概要欄にそのウェブサイトを貼っていますので、気になる方がいらしたら見てください。ほら、小さいタイたちが釣れています。でもリリースサイズなのでさようなら。
この日もヒラマサがいたらという前提で、この竿に生き餌となる小さいスプラットという魚を釣りたかったんですけど、投げるとすぐにほらもう食いついたって旦那さんが。この日はスプラットは釣れませんでした。こんな天気の日は虹がよく見れます。虹といえばただ地図をヒーロー。さあ皆さんの頭の中には何の曲が流れていますか？コメントで教えてくれると嬉しいです。結局この日は小さい鯛ばかりでヒラマサは釣れませんでした。日本だったら持ち帰って南蛮漬けにしたり美味しく食べれるのかなと思うけど、全部小さい鯛たちは海に返しました。アーシング。裸足で砂浜を歩くと体の電磁波を取ってくれるらしいので歩いてみました。波の音、心地いいですね。魚はこの日釣れなかったけど、もう気分はお刺身だったので、ちょうど前日に旦那さんが生マグロを買ってきたので、この日の夕飯はマグロ刺身定食をいただきました。これは黒マグロではなかったけど、でもとても新鮮で甘みもあって美味しかったです。お刺身とご飯とお味噌汁、お庭で育てているガイランという青菜の炒め物でいただきました。前はマグロの値段がサーモンより高かったのに、今じゃサーモンの値段が目が飛び出るほどの値段になっていますからね。生マグロの方がお得に感じるってなんか変な感じですが、スーパーのお姉さんも今日のはいいよって言ってたみたいなので、ニュージーランド在住の皆さん、もし見かけた時は食べてみてください。今年はもっと釣りに行って、またヒラマサやタイ、そしてシマアジも釣りたいと思います。私じゃなくて旦那さんに釣ってもらいたいです。今日の動画はいかがでしたでしょうか。50歳過ぎてまさか自分が YouTube を始めるとは思っていなかったけど、ボケ防止にいいんじゃないって息子たちが言ってました。勝手ながら少しでも皆さんの心の休憩所になれたらと思っています。もしよかったらいいねボタンとチャンネル登録、そしてコメントなんかもいただけたら励みになりますので、ぜひお願いします。次回はキムチ作りをお届けしながらニュージーランドに来るとき持ってきたらいいよという動画を出せたらと思っています。最後まで見ていただき本当にありがとうございます。それでは次の動画でお会いしましょう。